こんにちは、ジロです。今回はですね、ボールペンで水鉄砲を作ってみましたこれサラサとかこういう外せるやつじゃないとできなそうなやつなんですけど、サラサはね、万能なんでいろいろできますということで、今回水鉄砲なんですよ。そうで、ちょっとやってみますね。こんな感じです。一旦この水が入ってるんですけど、水の中にちょぽって入れて、これをキューッと引っ張るとちょっと見えないですけど、この赤い部分の中に水が入ってます。で、ちょっとやってみるか。ちょっと待ってくださいね。この前消しゴムを切ったんで、中くらいの消しゴムがどっか行っちゃいましたね。もうまた後で買い直します。これをパッて押すと倒れるはず。おこんな感じですちょっと待って、倒れまずいやべ、カーテンについちゃった。こんな感じ。もう一回ぐらいやってみますか。これね、作りも結構簡単なんですよ。糸と普通のボールペンともう一個ボールペン使ってます。これもう倒れないですよ。これででかいの倒れるかな。勢いよく押すとね、すごい勢い強くなるんですよ。全然ダメだ。なんでだ。さっき勢いあったの。オーケーっていう感じです。ちょっと作り方めちゃくちゃシンプルなんでこのままいきます。でですね、作り方はですね、このサラサを使いました。サラサとこのボールペンと糸です。この糸っていうのが結構重要でして、まずサラサを分解します分解して中も取っちゃいます。で、バネも取っちゃいます。で、この上の部分も取っちゃいます。使うのはこれだけです。で、これにもう一個の細いボールペン、何でもいいと思うんですけど、サラサより細いボールペンで、中のこの棒のやつですね、押す部分なんでこれを使います。で、これにこの糸、これ100均に売ってる普通の糸なんですけど、多分普通のタオルのこういう布でも、もしかしたらティッシュとかでもできるのかな、わかんないですけど、この布だと水も吸収して、その分こう密閉になるんで、こう引いた時に水をキューってね、引くことができるんですよね。だから糸とかそういう布系の方がこうキューっていう吸盤になりやすいかなと思います。で、このボールペンの先端あたりに、どこでもいいんですけど、前の方にこうやってぐるって何重も巻きます。で、これをどんくらい巻くかというと、こうやってもうめちゃくちゃ巻いてます。こうやってで巻いて、最終的に瞬間接着剤でつけてもいいし、このままでも多分大丈夫かなと思うんですけど、糊とかでもつけたりして、で、最終的にこんな感じになるんですよ。ちょっとごめんなさい。こんな感じのちょっと太くで、これが塊ができたら、それに少し水を浸してあげて密閉させてあげて、で、あとはこれ一旦取りますか。これをよいしょ。最終形これになるんですけど、これを中に入れて、で、蓋をして、じゃあで、これで完成で、これを水の中に入れて、ていうかめっちゃ散らかってる。やべえなこれ。シューッつっ
って引くと、ほらわかるかな、ちょっと水が入ってるんですよ。でこれで勢いよく打つとバーンって飛ぶ。ちょっとね勢い弱いと全然飛ばなかったりするんですけどこんな感じです。はい、ちょっと水浸しになっちゃって、そんなに水は入れられないんですけど、ボールペンで作れるね水鉄砲でございました。これはね多分危険じゃないと思います。そう祈りますというか、危険じゃないよねこれならね。僕はもう危険なのは絶対にやりませんから、水鉄砲とか輪ゴム鉄砲とかくらいがいいですよね。そんなこんなで今回水鉄砲でした。これ面白いと思うのでじゃあもしよかったら試してみてください。それじゃあまたね、バイバイ。